俺は黒崎一郎だ。みんなもうやっぱ初演だから初めてだったから、もう俺もすっごい大変だったけど、もうなんか全部が大変で、そう大体舞台も初めてだったし、初演は大変だった思い出しかないな。はける時に一回怪我して、その日の夜病院行って足縫って、なんかもう体もボロボロで、刀もすごい重かったから、刀も折れたりとか、衣装も大体劇場入って、もう今でこそ着慣れてるからいいけど、やっぱり最初衣装着た時はもう動きも難しくて、埋もれていたこの気持ち、いらないものだと拒み続けてきた。初舞台だったので、まず上手と下手が分からなくて、あとなんとなくセンターは分かるんですけど、センターより上手に行ってとか言われると本当にどっちっていうのが分かんなかったりとか、あとセリフを覚えるのにすごい苦労して、で一人でやっぱりやるので、ここがなまってるとか本当分かんなくて、でそのまま稽古場で言うと全部なまってるみたいな。じゃあなクソガキ、てめえに恨みはねえの、ここで死んでもらおうぜ。このあばらい連中に負けてな。見に来てくれた皆さんから、あれはあばらいレンジじゃない、あばらいレンジはこう持たない、刀をこういうふうに持たない、こう下げるんだとか、結構いろんなダメ出しっていうんですかね、そういうのを本当に多くいただいた公演だったなと。そのおかげでなんだろう、ちょっと足りなかったっていうか、ちょっと調子に乗ってたのかな自分はって思う公演でした。3番隊には気をつけな。特にアイゼンのやつが一人で出歩く時にはな。初演があったから、とりあえず今ここまでやってこれたのかなという思いがすごくあって、本当に今見ても赤面なんですよね、初演の DVD っていうのは。なんていうか、その時はやっぱりそれなりに役をしっかり勉強してやってたつもりなんですけど、やっぱり自分の中で自分がやる意味っていうのをすごく探してて、それでこうキャラクター、室谷藤四郎っていうやっぱりキャラクターをもっと大事に演じれればよかったなってすごく、なんだろう、今になって考えると後悔があるから、なんかここまでこうやってこれたのかなと思ってて、僕がこう長い間いろんな作品に関わってきて、やっぱりこの役はすごく難しい役だなと痛感した公演でしたね、初演っていうのは。君の目から見て彼女は死ぬべき。とにかく大変でしたね。何もかもが初めてだったんで、何かな、とりあえず役がもうすぐ死んじゃう役だったんで、あれこんだけみたいなそういう、なんだろう、もうちょっと出番をくれみたいな感じでした。おもろい子やな。そやけどまだ自分の力ってやつを知らんみたいやな。すごい緊張してたんですけど、それは何かこうなんかね、染まろうとしてたんですよね、とっても。そのブリーチの世界とか、あと10銀にっていうもの役に対してとか、あんまりこう、自分の中でプラン的ななんか遊びだとかそういうものがあっても、とってもガチガチに、作っていた感じはありますね。6番隊隊長朽木白夜。僕結構アニメミュージカルをやられてた人が
その死神メンバーにいっぱいいて、アニメミュージカルは普通の舞台とちょっと違うから、その盛り上がり方とか独特の盛り上がり方がするから、きっと修ちゃん本番入ったらびっくりするよって言われてて、どんなだろうと思ってて、でいざ舞台初日幕が開いてですね、各死神の隊長たちが5番隊隊長愛染宗介とか言うとキャーってなって、その時に僕舞台上にいて、これが言ってた盛り上がり方かと思って、名前を言うだけでこんなにと思って、で3番隊隊長109銀っつったらもうキャーってなって、で自分の順番になって6番隊隊長朽木白夜シーン、あれと思って、で次6番隊隊長副隊長あばらいレンジっつったらキャーってなって、俺はその時にね、これちょっとやめましょうかこのエピソードちょっと辛いな、喋ってて辛くなってきたな、あれ辛かったな。5番隊副隊長雛森桃。初めて一番初めのセリフが5番隊副隊長雛森桃だったんですよね。その時にお客さんがどんな反応をするんだろうってすごく怖くて、女の子も少なかったんで、ブリーチのカンパニーの中にどうしようって出るまでは怖かったのを覚えてます。でも立ったらもうお客さんはすごくあったかくて、すごいなんだろうな、楽しいし頑張らなきゃいけない余計にっていうのはすごく覚えてます。もう二度と迷いはしない、大切なもの守れるなら恐れるものは何もない。気持ち的にはもうリベンジしてやる、初演のリベンジだぐらいの感じで再演やって、でも再演って言ったけどあれそんな再演じゃなかったし、もうほぼなんかまた初ですみたいな感じの変更具合で、ちょっと楽しくなったかな、再演になって。で少しずつみんなともなんか仲良くなってきて、やっぱ初演の時は探り探りだったけど、再演になってなんか少しずつ、居やすくなったし、稽古場とか。そうか、それなら仕方ない。僕は君を敵として処理する。壊して新しいものをもう一回というなんか新しい気持ちで、なんかみんなと一緒に作り上げる一個のブリーチという、あとなんか僕歌から出てくるんですけど、どういう反応なのかなみたいな、お客さんがこう、見て一番初めにこう死神がバーッと出てきた時に、いずるがいるとどういう風に見えるんだろうみたいな、なんか言い方をすごくこだわったりとかしましたね。キャラクターが増えていったので、いろんな人との関わりが増えたので、その関係が増えた分自分の中で深められたりだとか、この人には実はこういう気持ちもあるんじゃないかだとか、関わりが複雑になった分そこが深くなったなって思うところあるので、演技が一番成長というかやりやすくなったのかなと思います。